皆様、本日はですね、久しぶりの無限シリーズ第何弾か分かんないですけども、今回はこちらナスを使って無限ナス作っていきたいと思います。じゃあまず軽くこちらのナス熱く水洗いします。ではやっていきます。で、あと今回はナスこの5個分にツナはちょっとたっぷりめに用意してほしくて、こちらのツナ缶を2つで油を軽く切った状態で用意しておいてください。じゃあまずナスをヘタ、ちょっとギリギリのあたりで落として、ではナスを細長くしときます。麻婆豆腐じゃなかったね、麻婆ナスとかにね入ってる感じのちょっと長い感じでカットしていきます。で、アクとかがね気になるときはちょっと軽く水にさらしてあげても大丈夫です。で、ナス全部カット終わったんだけど、ちょっとねこの中じゃタレに絡めづらかったんで、一旦ちょっとボウルの中で絡めてから耐熱容器に移そうかなと。これですね。はい、ではナスの中にまず丸鶏ガラスープを大さじ1、ごま油で、ナスが結構今回油吸っちゃうんで、こちら大さじ2、あごだし、これ普通の一応お醤油でもいいし、つゆとめんつゆとかでもいいけどね、ちょっと味は変わってくると思うけど、こちら大さじ1、軽く油を切ったツナ缶2缶分、お塩少々とお砂糖もほんの少しだけ。今回はこちらの桃屋の刻み生姜、はい、刻み生姜を大さじ1/2ほど、これくらいかな。はい、でこれでちょっと軽く混ぜ合わしときます。タレとあとガラスープがナスに適度にまとわりつくように、はい、じゃあこんな感じでタレに絡んだら耐熱に移して、でこちらをふんわりとラップで、こちらでとりあえず600ワットで4分間加熱します。で、あと一つ今回はおまけとして、じゃん、もうこれは綺麗に剥いてるんだけど、こちらのヤングコーンをね今日食べようかなと思って、去年もこの時期に一回ね動画にしてるんだけど、ヤングコーンがね今多分店頭に並べ始めてると思うので、皆さんねぜひぜひ家にトースターとか、最悪魚焼きグリルがあってもいいからとかでやってくれてがある場合はぜひちょっと試してみてほしいんですけれども、ヤングコーンはこういう皮付きのまま売ってるやつにしてください。普通のね剥いてあるやつは年中売ってるんで、じゃなくてこのフレッシュな皮付きヤングコーンがあったら今回挑戦してほしいんですけれども、一応この状態が普段売られている状態ですね。でこの子からちょっとまず皮、基本的に3枚ぐらいは剥いじゃいます。汚れてるのもあるんでね。はい、そしたらちょっとあとこの上に残っている緑のこの葉っぱの部分は適当に剥いじゃいます。でヒゲはねちょっとこんな色してるんだけど全然食べれるので、あまりにも汚れが目立つかなって時はちょっと上の部分だけ切ってあげて、一応ねこの中にもまだまだヒゲは入ってるんで、食べてみたら分かると思うんですけど、このヒゲがめちゃくちゃ甘いんですよ。これが多分トウモロコシの本体かなっていうぐらいの甘さしてるんで、ヒゲを絶対残しておいてください。で今ちょっとレンジ使ってるからあれなんだけど、もうあと本当この状態でトースターとかでグリルで約10分間焼いていい焼き色がつければもう食べれます。一応生でも食べることができるので、ヒゲがちょっと焦げるのが心配な方はアルミホイルとかでこの上のヒゲの部分だけちょっと軽くこういう風に蓋をするじゃないけどちょっと覆い隠してあげとけば、はい、焦げるの防止になるので、こんな状態で普通にグリルで焼いてくれれば大丈夫です。じゃあヤングコーンはこんな感じでグリルで10分間焼きます。でそうこうしてる間におナスがまず4分間チンが終わったので、はい、ちょっと軽く取り出して一回ほぐします。で加熱にねムラが出たら嫌なので軽くほぐしてあげて、はい、でこれで再度もう2分間600ワットで加熱します。
では再加熱2分した後この状態ですね。で最後ほぐしたらこちらでもう火の入りは完璧なのでこれで完成です。で仕上げに黒胡椒や白ごま、おかかとかお好みのものをかけて実際食べていくんですけれども、その間にじゃあ待ってね、はい、最後ヤングコーン、こちらは10分間グリルで焼いて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。ゴリゴリのネギやけどサムネイルのビフォーアフターやばない？でもこれがうまいやん。美味しいんだよ。じゃあ薬味はたくさん。はい、じゃあ乾かわ杯。いい。うまい。で今回のね無限ナスもう早速いただくんですけども、もうご飯が必要だと思ったんで僕はいつもは食べないんですけどもう耐えられないと思って用意しました。はい、いいですか？どうぞ。あ、そう、ちなみにさ、はいみんなさ、ヤングコーンはこれくらい焼き色をつけてね、最高じゃない？見た目最高。今ね本当に無限ナスの香りとこのヤングコーンの甘い香りで、すごいね、お部屋がとってもいい香りです。いい香りね。ちょっとじゃあいただきます。はーい、絶対うまい。いただきます。うまい。食べたことやばい。ちょっともうこのネギたっぷりでもうご飯にポンしていただきます。俺本当に無限シリーズたくさん今まで作ってきてるじゃん。俺多分一番好き。ナスがそもそも好きだもんね。ナスが大好きっていうのもあるし、あとね今回のポイントはもちろん今までのその材料を使って生姜めっちゃ効いてる。でナスがねこのね鶏ガラとかさそのツナとかのうまみをすげえ吸ってるからもう超絶ご飯に合う。後から入れたやっぱおかかもいいね。最高。あとネギもね、あと黒胡椒も、絶対な。もう今回入れてる材料ぜひできるだけ全部入れて食べてみてもらいたい。こんなんご飯のおかずに入ってたら最高じゃない？お弁当に。お弁当もそうだけどさ、次の日でもねより味が染みて美味しいだろうし、作り置きにもいいし、もういいことつくし。これはうめえ。また熱々なのもうまいね。で次の日になってないからまだね歯ごたえもとろっとしてるんだけど、ちょっとナスの歯ごたえ残ってるのももう最高にいい。うまっ。マジでもう健康でしかないね。ね。ヤングコーン行かないとこうちゃんやばい。これ忘れてた。もう夢中になりすぎた。無理。表面のこの皮は剥くんですよ。結構がっつりピリって破ればそしたら中からね無限にねヒゲが出てくるんですよね。出てきたってみんな見て、こういう感じです。全部ほぼヒゲなんですよ。で真ん中にヤングコーンがいるって感じですね。これでいいんでしょ。そうそう。でこのヒゲがまあ美味しい。いただきます。うまっ。すごいよねこれ、ほんまに本当にめちゃくちゃうまい。ヒゲうまっ。別にねこれ塩も何もしてないんだよ。やばいよね。まあこのヒゲがトウモロコシの本体かっていうぐらい甘いんだよ。甘い。あとすごい。食感だよね。そう噛みってるのは。これマジでうまいと思う。でもこれマジでビールのおつまみに最強だと思う。最高でしょ。最高ですよこれ。でこれ根元ポキッと折れるから、もうあとこれヒゲプラスヤングコーンをもうなんかワンちゃんこの皮も食べれんじゃねえかなっていうぐらいなんかすんげえ美味しそうな色してる。マジでこれほんとね旬の味覚だと思うから、今この時期なんだよねヤングコーン。もうやっぱ成長しちゃうと本物のトウモロコシになっちゃうからさ。でもこのヤングコーンのやつ
なんだっけ、いつも行ってるサミットのしか置いてないんだよね。確かにだからスーパーによるんだと思う。ないところもあるのかな。あるねやっぱやっぱ。もし見かけた際には、んぜひぜひ買ってみてくれ。全然だからああ、ヒゲが上からやんないからヒゲがほぼ皮にくっついてる。あ、でも取れた。剥くときはこっちからじゃなくてこっち側からのがいいですねヒゲがこういうウサギさんいるよねいないかマジでうまいね。うまい。いや、ちょっと最後ね、また残ってるご飯もヤングコーンも完全におつまみっていうかおやつっぽい感じだね。うんうん、うまい本当に。というかマジでなくなっちゃうわ。うんうまい。ということで本日はですね、やみつき無限ナスと、ヤングコーンのトースター焼きをはいこうちゃんに作っていただいたんですけども、もう本当にねこうちゃんが作ってくれるこの無限ナスめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さん作ってほしいって思っておりますちょっと日本語に途中おかしくなりそうなのが一貫閉めたよね一貫もう全部グダグダ。でもね、今回のやつは、もう本当僕の動画をねいつも見てくださってる方で結構、同じ調味料買ってくださってる方いらっしゃるじゃないですか、だからもう絶対すぐ作れると思うんですよね。まあ確かにね、簡単な素材だけなんで、本当混ぜてチンするだけなんであっという間にできるので、時短にもなってとってもいいんじゃないかなと。作り置きにもなるし、とにかくこのねナスが全部の旨味を吸ってくれてるんで、めちゃくちゃご飯が進むしお酒も進みます。超美味しいです。美味しいね。でこの季節にしか味わえないこのヤングコーンのねトースター焼き、これもね簡単なのにもう甘みがすごいよやばねいんだよ本当。ということでどちらもねとても簡単にできる美味しい料理になってると思うので、ぜひ皆さん作ってみてください。はいごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。